こんにちは、ミッキーです。今回は浅草週末ステイ大人の休日カフェ5選です。国内外から多くの人が訪れる浅草エリア、雷門や仲見世通りといった観光地の印象が強い一方で、裏通りには地元に根付いた店舗も多く、街の表情は意外と多層的です。近年は新しいカフェや専門店も増え、観光だけではなくて滞在を楽しむ目的で訪れる方も目立つようになりました。そんな浅草の魅力的なカフェを今回は5選ご紹介。合わせてぴったりなレンタカー&プライベートサウナ付きのホテルもご紹介しますので、観光の合間にも日常使いにも取り入れやすい浅草の魅力を再発見してみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのはフェブスコーヒー&スコーン。浅草の裏通りに佇む小さなカフェフェブスコーヒー&スコーン。この動画でいくつか系列店もご紹介してるんですけども、こちらでは美味しいスコーンをいただくことができる、そんなカフェです。スペシャリティコーヒーと自家製スコーンが自慢の人気スポット。店内はとてもコンパクトで待ち時間が発生することもあるんですけども、ぜひ訪れてみてほしいようなそんな店舗です。カウンター席やボックス席でゆったりと過ごせるほか、テイクアウトで浅草散策のお供にもぴったりです。スコーンはサクッと香ばしく、バターの風味豊かなタイプが多く、季節のフレーバーも登場しています。小さいお店になっていまして、あまり長い滞在はできないと思うんですけれども、Wi-Fi や充電もついていますので、よかったらそちらも浅草散策の途中で使ってみてほしいです。また、こちらのお店ではモーニングのセットメニューも提供されていますので、ぜひそちらもいただいてみてほしいです。加えて季節限定のメニューも時々提供がありまして、今回はクリスマスのシーズンに訪れていますので、季節のスコーンとしてシュトレンをいただいています。そういった季節のメニューに関しましては追加料金が発生することもあるんですけども、限定メニューということなので、ぜひとも追加料金払ってでもいただいてみてほしいです。さて、こちらはモーニングメニュー。朝7時半から11時半までやっていますので、例えばホテルをチェックアウトした後の時間でも楽しめるのはおすすめのポイントです。さて、こちらが先ほど申し上げましたスコーンプレートと追加料金でシュトレンに変更。加えてセットのカフェラテをいただいています。カフェラテに関しましてもプラス料金の100円を払って変更してるんですけども、例えば通常のレギュラーコーヒーの場合にはセット価格に含まれた形で提供いただけます。さて、今回いただきましたスコーンプレートはクランベリーの甘酸っぱさがアクセントになったスコーンをチョイス。しっとりとした生地にクランベリーの皮が溶け込んでいます。もう一つは季節のスコーンでありますシュトレン。スパイスやドライフルーツの香りが爽やかな冬の訪れを感じるような味わいでした。もう一ついただきましたのはブレックファーストプレート。こちら盛りだくさんなプレートになっています。大きなベーコンにサラダやビスケットがワンプレートにまとまった贅沢な朝食プレート。ベーコンは香ばしく焼き上げられて旨味がしっかり。ビスケットは外はサクッと、中はほこりとした食感でバターのコクが広がります。プレート全体のバランスも良かったので、一日のスタートにぴったりの一皿になっていました。結構分量もありますので、1個注文していただいて2人で行けるのもいいかもしれません。そしてセットでいただきましたカフェラテに関しましては、エスプレッソのコクとミルクのまろやかさが絶妙なバランスのカフェラテ。外国人観光客の方々がテイクアウトでコーヒーのみを注文しているパターンもありましたので、こちらイートインだけでなくてテイクアウトでコーヒーを楽しみたい時にもお勧めできるようなそんな店舗です。ご覧のようにスペシャルブレックファーストプレートの場合もボリューム満点なビスケットをいただくことができますので、スコーンだけでなくてこういった焼き菓子を楽しめるところはおすすめなポイントです。こちら季節のスコーンに関しましても通常のスコーンとは一味違う贅沢な風味が魅力。また季節が変わってきますと様々なスコーンも登場すると思いますので、ぜひ公式のインスタグラム等をチェックしつついただいてみてほしいです。なお1月にはストロベリーのスコーン、2月バレンタインの季節にはバレンタイン限定のスコーンの提供がありました。あくまで参考ですけども、昨年は桜とイチゴの抹茶スコーンサンドなんかも登場していましたので、今年もとても楽しみです。
続いてご紹介しますのはコーヒー鳩屋。浅草で長年親しまれてきた昔ながらの空気感と優しい甘さの喫茶メニューをゆったりと味わえるような純喫茶。流行に左右されないシンプルな喫茶メニューを懐かしく親しみのある空間で楽しめる、地元の人にも観光客にも愛され続けている一軒です。創業から長くこの地で営業を続けてきた老舗喫茶店で、浅草の街の移り変わりを感じることもできます。メニューも雰囲気も大きく変えずに昔ながらを守り続けていますので、思い出に残っている方もいるかもしれません。内装はテーブル席を中心としたコンパクトな作り。レトロな家具や落ち着いた照明が作る空気感はまさに純喫茶そのものです。メニューも様々あるんですけども、とてもコストパフォーマンスがいいので穴場的に押さえておくのも良さそうです。ドリンクメニューも非常に豊富でメニューいっぱいに広がっていますし、喫茶店ならではのクリームソーダやコーラフロート、バナナジュースやミルクセーキなんかはとてもお勧めしたいです。そんな数々のメニューから今回いただきましたのはホットケーキとクリームソーダ。なんと両方650円でいただける破格です。まずクリームソーダは丸みを帯びた小ぶりのグラスに入った見た目も可愛らしい一杯。トップにはバニラアイスが乗ってポッキーが添えられているところが遊び心あふれます。そして特におすすめなのがホットケーキ。こちらで提供されますホットケーキは2枚重ねの王道スタイル。表面はこんがりと焼き上げられまして、ナイフを入れるとふんわりとした弾力が伝わってきます。口に運んでいくと卵と小麦の優しい甘みがじんわり広がるような素朴な味わい。甘さは控えめで生地そのものの美味しさをしっかりと感じることができます。溶けたバターも生地に染み込んでいくことでコクが加わり、シンプルながら満足感の高い仕上がりになっています。ふかふかと軽やかでありながら程よく食べ応えもあり、軽食にもおやつにもぴったりで懐かしさを感じるような美味しさでした。特段インスタ映えするような空間というわけではないんですけども、味わいもコストパフォーマンスも本当におすすめになっていますので、東京の下町らしさ、そして浅草らしさを感じるのにはうってつけのお店です。続いてご紹介しますのはオレンジール。浅草の観光名所オレンジ通り沿いに位置し、外からでもオレンジの鮮やかな色合いが目を引くオレンジール。ここでは生搾りにこだわり、仕入れた果実を冷凍せず、注文が入ってから搾るスタイルで 100% フレッシュな味わいを提供しています。次の数が少ないので基本的にはテイクアウトになるんですけども、ぜひともその味わいを試してみてほしいです。その場で仕上がるジュースは香り高く、果実そのものの甘みと爽やかな酸味が魅力です。外のベンチで浅草の街並みを眺めながらゆっくり楽しむのがおすすめ。写真映えをする見た目も人気の理由です。さて、まずいただきましたのは名物とも言えます 1mm 絹糸のオレンジモンブラン。繊細な 1mm 幅で絞られたオレンジクリームが特徴のモンブラン。ふわっと軽やかでありながらオレンジの豊かな風味がしっかりと感じられ、果実の甘みとクリームの滑らかさが絶妙なバランス。見た目も華やかで SNS 映え間違いなしの一品です。他に注文しましたのはカップでオレンジとオレンジ飴、加えてオレンジ飴のアレンジメニューとしましてタンフルサイダーアレンジを加えています。まず奥側に映していますのはカップでオレンジ。なんとオレンジを丸ごと2個分使った贅沢なフレッシュジュース。注文後にその場で絞るので香り、甘み、酸味がギュッと詰まった一杯になっています。こちら先ほどのモンブランを映してるんですけども、いずれのメニューに関しましてもオレンジをたっぷり感じますので、見た目以上に味わいがとても美味しいです。結構こういったメニューは掛け倒しになってしまうことも多いかと思うんですけども、ここのオレンジールさんのメニューはいずれも本当に美味しいので、ぜひ騙されたと思ってその味わいに触れていただければと思います。また先ほど映していましたオレンジ飴は外はパリッとした薄い飴でコーティングされている新感覚のスイーツ。もう一つ新感覚といえばオレンジ専門店の唐揚げ。こちらは12月から販売している新メニューになっていまして、外はカリッと中はジューシーな唐揚げ、そして柑橘の香りが後味に広がるような美味しいフードメニューになっていました。ご紹介しますのはちょっと抹茶浅草。こちらは2025年11月に誕生したなんとフィリピン初の店舗。フィリピンで2店舗出店した後、3店舗目は満を持して東京浅草に進出。
海外発ということで海外っぽい雰囲気かと思いきや、和の心を大事にした店舗。かえってむしろ逆輸入と言えるような、そんなこだわりを感じるお店です。使用しているのは富士山のプレミアムティー。洗練された和のドリンク、そしてスイーツを提供してくれます。浅草駅から徒歩約2分と好立地でもありつつ、割と席も広々としていましたので、買い物や観光の合間に立ち寄りやすいような、そんなカフェです。店内は約20席、カウンターとテーブルそれぞれ半分くらいあるんですけども、カウンター席があることでお一人様でも入りやすく、落ち着いた和モダンな雰囲気になっています。またご覧のように茶釜があったりとか、掛け軸があったり、和のテイストが至るところにありますので、注文していただいたメニューと一緒に取っていただいて、その和の心を感じてみてほしいです。こちらの店が本格的である理由は、富士山の麓の茶農家と連携している点。静岡の3代続く茶農家で大切に育てられました特別なシングルオリジン抹茶を使用しているのが大きな特徴です。抹茶の豊かな旨味、そして香りをしっかりと味わえますので、そういったドリンクメニューを中心にいただいてみてほしいです。今回は抹茶系のドリンク、ほうじ茶系のドリンク、加えて抹茶スイーツとほうじ茶スイーツ、あとは抹茶ラーメンという変わり種もいただいているんですけども、パフェの提供もありましたので、気になる方はそちらを注文するのもいいかもしれません。さて、注文後からは一杯一杯丁寧に抹茶を立てていただいて、各種ドリンクをご提供。いろんなメニューがあるんですけども、やはりこだわりが詰まっています抹茶が特に美味しいと感じましたので、迷った場合にはまず抹茶メニューを提供されるのが間違いないかなと思います。さて、ここからはメニューを一つずつご紹介していきます。最初は抹茶セットということで、抹茶系のドリンクを2つ、抹茶ラーメンとシフォンケーキを1つずついただいています。とても珍しく、見た瞬間インパクトがあるラーメン。抹茶の風味をベースにしたラーメンで、抹茶の香りとラーメンの旨の融合がなんとも不思議で、だけど癖になるような味わいになっていました。もう一つは抹茶シフォンケーキ。しっとりふわふわの食感に抹茶のほろ苦さと甘みが程よく効いたケーキ。ラテと一緒に注文しますと、抹茶の風味をしっかりと楽しむことができます。さて、いただいた抹茶ドリンクは、左側がストロベリー抹茶ラテ、右側が本格抹茶ラテになっていました。そしてもう一つ、ほうじ茶系のセットとしても今回いただいています。手前はチョコレートテリーヌ。濃厚で口どけ滑らか。こちらもほうじ茶ラテとの相性が良く、テリーヌということもありまして、ぎっしりとその甘みも詰まっていましたので、味わい深くいただくことができそうです。そしてドリンクとしましては、奥側の黒糖大津ラテ、手前側のローカルほうじ茶ラテ。ローカルほうじ茶ラテは、ほうじ茶の香ばしさとミルクのまろやかさが心地よい一杯。もう一つ、黒糖大津ラテは優しい甘さと大津の風味が合わさって、ほうじ茶の香ばしさと相性抜群でした。黒糖大津というのもラテとしては珍しい組み合わせだったんですけども、思った以上にマッチしていました。また、こちらのシフォンケーキ。抹茶スイーツらしいシフォンケーキの見た目に、生クリームとあんこが合わさって和スイーツとしていただけるような、そんな一品でした。こんな形でラーメンも合わせつつ様々な組み合わせを楽しめるので、ぜひカフェ休憩として訪れてみてほしいような、そんな店舗になっています。ドリンクの種類も非常に豊富なので、他のメニューもぜひ注文してみてください。続いてご紹介しますのは、浅草に2025年8月にオープンしたアイルコーヒー。韓国人オーナー2名がいただけますコーヒーとスイーツをゆったりと楽しめるようなカフェです。洗練された空間づくりが印象的で、落ち着いた時間を過ごしたい日に立ち寄りたくなるような一軒です。場所は浅草駅から徒歩7分ほど、観光客で賑わうような浅草寺のメインエリアから少し離れていまして、川を渡った先にあります少し静かなロケーション。浅草散策の合間にほっと一息つくのにちょうどいい距離感です。昼間も光が差し込んで落ち着いた雰囲気ですけれども、夜になってもご覧のようなムーディーな雰囲気になっていますので、オールデーで楽しめるようなそんな店舗。営業時間は朝10時から夜19時までになっています。店内は広々としていまして、無機質な素材感と木のぬくもりを組み合わせたミニマルなインテリアで統一。すっきりと整えられた家具や照明、壁面に並ぶ本やオブジェなど、細部まで世界観が作られていて、まるで韓国のカフェに訪れたかのような雰囲気が広がります。
席の間隔にもゆとりがあり、友人や恋人とゆっくり会話を楽しむのにも、一人で静かに過ごすのにも心地よい空間。電源や Wi-Fi も完備されていますので、作業利用もできます。さて、そんなお店で今回いただきましたのは、チェリーラテのホットとストロベリーパイ。さて、まずはチェリーラテ。ほんのりチェリーの香りが広がるアレンジラテ。ミルクたっぷりのまろやかな口当たりに、チェリーの甘酸っぱい風味が重なり、デザート感覚で楽しめるような味わい。コーヒーの苦めは控えめなので、コーヒーが苦手な方にとっても楽しめるような、そんな甘めのバランスになっています。さて、もう一ついただきましたのは、看板メニューと思います、ストロベリーパイ。まず目を引く華やかなビジュアルが印象的。薄く焼き上げられましたパイ生地の上に、たっぷりのクリームとイチゴがぎっしりと並び、思わず写真に撮りたくなるような、そんなメニュー。おすすめの取り方は3等分に切っていただいて、こんな形で手でいただくスタイル。サクサクのパイ、ふんわりとしたクリーム、みずみずしいイチゴ、そのバランス感が抜群な一品になっていました。さて、今回の特集では浅草週末ステイということで、ホテルのご紹介もしていきます。こちらは今回宿泊しました BC アパートメント浅草花園通り。まず特徴的だったのは、チェックインの際にあります様々なアメニティ。浅草ということで外国人観光客向けかなと思ったんですけども、結構大人数の方のステイに適したホテルかなと思いました。また大人数というのは大人だけではありません。ご覧のようにお子様連れでも楽しめるような様々な子供向けのアメニティがあったりとか、特に乳幼児向けのお食事の提供だったりとか、ベビーカーの貸し出しもありましたので、浅草観光をより身近に感じることができるような、そんなホテルになっているかなと思います。そして今映していますのは、レンタカーのキーを貸し出す時の様子。こちらのホテルはレンタカー付きというところも魅力の一つ。ぜひ浅草観光の際にレンタカーもチャーターしつつ、浅草だけでなくて普段私が紹介しているような様々な東京のカフェだったりとかグルメ、そしておすすめスポットも巡ってみてほしいです。そんな BC アパートメント、今回は1部屋大人2名で 13,500 円で宿泊しています。普段我々が借りているような賃貸のお部屋のようなイメージになっていますので、そんなカジュアルさも魅力的でした。またこちらのお部屋、今映していますベッドルームはダブルベッドで2名サイズ。他には2層式のベッドで2名分あったのと、もう1部屋ツインでのベッドのサイズもありました。ということで、このお部屋だけでも6名が泊まれるスタイルになっていますので、例えばお友達などとちょっとワイワイしながら楽しめるのにもおすすめなホテルになっているかなと思います。レンタカーがついて、後でご紹介しますサウナもついて 13,500 円になっていますので、比較的リーズナブルに利用することができました。海外では結構当たり前になっていますフルサービスのホテルというよりは Airbnb のようなスタイルで楽しめるのもこのホテルの魅力です。そしてこちら立地もおすすめ。観光地の賑わいから少しだけ離れた落ち着いたエリアにありながら、浅草寺やかっぱ橋、上野方面へのアクセスも良好なアパートメントホテルです。ご覧のようにウォーターサーバーの提供もあったりとか、滞在する上では十分な機能が揃っているかなと思います。さて、ここからは今回利用させていただきましたサウナのご紹介。こちらのプライベートサウナはホテルの予約時に事前にサウナも合わせて予約しますので、その両面の予約を忘れないようにしてください。なお、サウナの予約時間は1組1時間枠になっていましたので、その辺も比較的に立てていただきますと間違いないかなと思います。今回はチェックイン直後の5時からで予約をしていまして、サウナ1時間体験しています。実はこの BC アパートメントさんに宿泊する前に赤坂でサウナの事件がありましたので、少し色々と気にしている部分もあったんですけども、安全面もしっかりしていましたし、やはりサウナルームに関しましては押し扉式の形になっていまして、ひねる形じゃなかったので安心しました。また時間も1時間で区切られていますので、必ず利用直後には清掃の方が入ってきまして、清潔感も保たれていますし、完全に閉じ込められてしまうようなそんな心配もなかったので安心でした。もちろん部屋にもたくさんアメニティがあるんですけども、ご覧のようにこのプライベートサウナの中にもたくさんのアメニティがありますので、そこも安心です。サウナに関してはほとんど初心者だったんですけども、水風呂の温度を15度に設定して少しぬるめにしたりとかできましたし、サウナの玄人向けな方にとっては5度の水風呂にすることもできましたので、様々な方のニーズに応えられるようなそんなサウナにもなっていました。
また、セルフロウリュのスタイルになってましたので、自分好みのサウナに仕上げていただくこともできそうです。また、個人的に面白かったのが、専用のスマートウォッチを身につけることで、サウナ体験がより機械的に設定することができます。今回もサウナモードにして、サウナ体験、水風呂、そして外気浴を時間で管理して、初心者である私にとってもとても過ごしやすいような、そんなサウナ体験になりました。完全個室型で周囲を気にせず、自分のペースで楽しめるのが嬉しいポイント。脈拍を計測しながら自分だけの整え体験もできまして、今後サウナを体験する際にこういった脈拍を確認しながら自分自身のサウナの体験の目安にできるといった知識を身につける場にもなりました。なお、この BC アパートメントさんは完全無人で提供されているようなホテルなんですけども、かえってそれも心地よかったです。ただ、お部屋やプライベートサウナに備え付けられていますこちらのタブレットからは電話ボタンを押すことですぐに遠隔のオペレーターと会話することもできますし、いざという時には実際に足を運んでいただけますので、その点も安心です。実際にサウナの清掃の時間も1時間ごとになっていましたので、おそらくスタッフの方は近くにも待機しているのかなと思います。そんな安心と心地よさ、そしてコストパフォーマンスを兼ね備えた BC アパートメントさん。ぜひ浅草観光の拠点としてご利用ください。さて、ここからはアフタートーク。意外と悩ましい東京観光。宿泊の際の拠点はどこにするというテーマです。今回は浅草のホテルをご紹介させていただいたんですけども、東京には宿泊先としてお勧めできるような地区がいくつかあります。もちろん新宿や渋谷などの繁華街に宿泊するのもいいですし、過去に私の動画でもご紹介している通り、立川のホテルに宿泊するのもいいかもしれません。あとは上野特集でもホテルをご紹介してるんですけども、その上のエリアに関しましても浅草エリアと被る地域かと思いまして、たくさんのホテルがあります。あと、個人的におすすめなのは、豊洲エリアにあるようなホテルだったりとか、港区の六本木エリアにあるようなホテルです。それらに関しましては、各観光地にも近いだけではなくて、割と落ち着いたエリアでもありますので、夜景とともに楽しむことができます。もちろん、東京駅を中心とした東京会館だったりとか、帝国ホテルなどの老舗ホテルもありますけれども、フォーシーズンズやシュラトンなど様々な選択肢もあります。ただ、カフェチャンネルを運営している私でもありますので、個人的なおすすめは、なるべくホテルの宿泊費は抑えつつ、特にモーニングの時間帯に朝ごはんを楽しみながら東京観光をしていただくというのがおすすめです。結構東京都内には撮影スポットもありますので、朝ごはんを食べて、一回ホテルに戻って水着をして、チェックアウトした後に、今度はランチタイム。その後食べ歩きをしながら様々な観光スポットで写真を撮って、また夕方に一休憩。そして夕飯にはお気に入りの場所で夜景を見ながらお酒を楽しむというのがいいのかなと思っています。とはいってもまだ知らない東京の魅力も私の中ではあると思いますので、よかったらコメント欄の方であなたのおすすめも教えてください。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また、インスタグラムでは新しい情報もお届けしていますので、最新の情報が欲しい方はそちらのフォローもよろしくお願いします。また、本チャンネルではメンバーシップもやっています。これまでに巡ったカフェの情報が簡単に探せる会員限定サイトだったりとか、制作の裏側、また新施設情報、新店舗情報、これからの気になる情報などもお届けしていきますので、よかったら参加してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。